はい、皆さんおはようございます。2026年の7月の、4日ですかね。はい。えーっと、先ほどちょっと見ましたら、2024年の7月の4日は、最高気温が35で、最低気温が25度。昨年は、33.4度で、最低気温が25.3度。まあ今日のなんか最高気温がなんか25、6度ってことなんで、まあ去年よりもだいぶ10度ぐらいね、低いんですけども、やっぱりこれから急に暑くなってくると思うんですよね。で、夏場はすごく暑くはなるんだけど、いろんな要因でね、冷え性がひどくなるということもあるので、その辺のお話を、まあ、させていただければなと思います。もう30分しかないんで、要点をね、サクサクっといきたいと思います。共有させていただいたんですけど、いかがですかね。大丈夫でしょうか。はい。それでは始めさせていただきたいと思います。はい。夏の冷えは妊娠力を下げるということで、まあ、この統医学的に見た考え方、あと、まあ今、その冷えっていうのはね、いろいろなメカニズム分かってきてますので、その辺のお話をちょっと交えながら、ちょっと30分で短い時間ですけど、お付き合いください。私、精神堂の代表をしております、西野でございます。精神薬局は東京と千葉で20カ所相談室やっておりまして、まあ、中国のドクターと鍼灸師と、薬剤師と、でやっております。まあ、精神堂の特徴は漢方と鍼灸の両輪ということでね、やっている治療院です。で、今日のセミナーはこのような格好になっております。で、夏なのに冷え性になるのはなぜっていうことで、まあ、いろんな要因があるんですけども、やっぱりこう、その冷房ですよね。空調がすごくやっぱ効いてます。まあ、日本よりも、例えばタイとかベトナムとかね、まあ、多分行かれた方はわかると思うんですけども、すごいですよね。だからまあ、そういう意味で国内だけじゃなく、海外に行かれる方も、やっぱり空調っていうのは影響を受けるでしょうし、夏場はね、さっきのように、屋外の温度がまあ35度を超すような猛暑になったり、もう40度ね、近くになる、あるいは超えるような日も、出てきますので、はい。それから、やっぱり日本人は欧米人に配れる、中国人の方なんかはあんまり飲まないけども、アイスね。冷たい飲むの好きですよね。はい。ということで、胃腸を冷やしやすいと。あと、内臓を冷やしやすいということもあるのかもしれない。で、最近は若い方の場合はね、シャワーだけって方も増えてきて、湯船に浸からない方も増えましたね。まあ、こういうことも関係があるのかもしれません。で、まあ、ここに書いてあるような項目、例えば、夏でも手足が冷たいとか、冷房が効いた部屋が苦手とか、冷たいものをよく飲むとかですね。あと、自覚的にお腹とか腰回りが冷える。それから湯船に入らないとか。あと、まあ、冷えというものと直結するかどうかわかんないけど、まあ、生理痛とか生理不順がある。まあ、統合学的な血流障害とも言われてますけど、まあ、こういった問題がある方は、やっぱり冷えっていうのをちょっと考えてみた方がいいと思います。で、西洋学では冷えをどういうふうに考えるのかということで、冷えっていうのは、まあ、なんとなく僕らはね、血流が悪いっていうふうな考え方で考えるんですけど、意外とその冷えをこう感じるための連鎖っていうのがあるんですね。で、その流れっていうのをちょっとまあ知っておきましょうということです。で、冷えが、例えばこれ、今日はまあ、婦人科の方との関係があるというふうに一応話してますが、これは別に婦人科だけじゃなく、寒さを感じると、まあ、トリプ M8 って言って、要は、寒さを感じるセンサーがこう反応するわけですね。で、寒さがこう入り込んできたよと、寒いよと、こう体温を守らなきゃいけないよというふうに反応すると、交感神経が緊張して、血管が収縮して、そして、まあ、体温を守ろうとすると。まあ、その時に NO の低下が起こって血管収縮が、まあ、抑えられ、促進されるということですよね。で、これがまあ、継続的になればなるほど、NO の血管の拡張作用というのの反応が悪くなってくるので、まあ、冷え症体質になっていくと。まあ、この連動っていうか、これが繰り返されることが非常に、まあ、冷えの原因になっていくわけで、実際冷えを感じてからの反応だけじゃなく、まあ、ここにはちょっと
まあ、書いてありますけど、ストレスとかそういったものがずっとあることによる交感神経の緊張なんていうのも影響があるだろうし、体質的にその血管を広げるための、まあ、一酸化窒素ですかね、そういったものの反応が悪い。まあ、血管の中側から出てくる、そういったものがですね、分泌が悪くなってしまうことも関係あるかもしれないですね。ここで、さっき言ったトリプ M8 っていうのは、まあ、簡単に言うと寒さを感じるセンサーで、皮膚とか血管にある受容体で、寒さを感じると、交感神経に寒いという信号を送って、交感神経っていうのは血管の収縮作用がありますから、まあそうなると。で、一酸化窒素っていうのは、まあ、よくまあ、これは天然の血管を広げるお薬っていうこともあるんだけど、ニトログリセリンみたいなね、心筋梗塞とか狭心症の患者さんがお飲みになるようなお薬の中に入ってますが、血管の内皮細胞から分泌されて血管を柔らかく広げる働きをするということで、冷えによって酸性が低下すると、まあ非常に血流の低下につながりますよね。だからこれ体質を持っている可能性があります。あと、ちょっと今日の説明の中で出てくるのに、ミトコンドリアっていうのと ATP っていうのもあるんですけど、多分ミトコンドリアはもうよくね、聞いたことあると思うんですけど、まあ、いろんな細胞の中に必ずある、まあ、ATP を産生するための、まあ、発電所みたいなもんですね。はい。で、ATP っていうのは、まあ、アデノシン三リン酸ですから、それによって、こう、エネルギーの伝達、AMP と ATP の関係によって、エネルギーを作ってますよね。だからこういう要素っていうのがちょっと冷えには絡んできてます。で、中学でどういうふうに考えるのかというと、さっきとちょっと似てますね。えっと、患者の侵襲っていうのは、まあ同じように冷えを感じるってことなんです。これは外側からだけじゃなく、まあ飲んだものもそうですね。まあ寒いものが体の中に入ってくる。飲み物でも食べ物でも外からでもいいです。まあそういったものが入ってくると、この三焦といって人間の体の中にはね、ストローのように太いパイプがありまして、そこに、体液の流れる。まあ簡単に言うと、リンパとか体液が全体が循環してるんですけども、その流れがです、三焦という通路なんで、そこの流れが悪くなる。そこに伴ってですね、静脈のこう流れが悪くなったりすると、東医学でいうと、この気とか血とか心液というね、まあ、体を流動している、この流体、流れている物質が滞り出すわけですよね。当然ですね。血液が流れが悪くなると赤血球の流れが悪くなる。まあ、同じようなものです。まあ、東洋学ではこの三章というところに体液の流れがある。まあ、あと、経絡の中には気血が流れているということなんですけど、患者が入ってくると、寒さが入ってくると、そういうことが起こる。で、内臓の血流が悪くなって、冷えが生まれてくると、胃腸の方にエネルギーが取られて、それは体を最も温めている、これ右側の腎葉と言ってますけど、体を温める元ですね。そこの働きが弱くなるんだと。ね。だから、まあ、さっきの、このミトコンドリアだとか ATP の産生っていうのはどちらかというと腎と関わりがあるし、気血というものは内臓と関係があるということで、ある程度ね、西洋学と中学、見方は同じでして、まあ、こういうものがずっと連動してくることによって、特に、最後にある腎葉っていうのはね、婦人科のホルモンの分泌とか、排卵とかですね、着床とか、妊娠した後の、赤ちゃんを発育させていくだとか、そういうことと関係あるので、やっぱり冷えっていうのは、妊活にはすごく重要な、対策のポイントだし、また、今、別に妊活じゃなくてもですね、冷え症体質を治していくことは、将来の自分の健康のためにも非常に重要な要素なんですね。で、キーワードとして、この、3章ってちょっと説明しましたけど、体の、中にはですね、西洋学でいうところの血管とかリンパっていう流れる以外にですね、中学ではですね、この経絡とか三章というのがありまして、さっき言ったようにこう通路のようにがあるんですね。これは、まあ、頭の方から下の方までこう上下にずっと循環してます。で、その中に、
体液とか、そういうものが流れてまして、その影響で血流も影響を受けてるんですね。で、それが、さっき言ったように、冷えとか、そういうものによって循環が、液体っていうのはやっぱり寒くなると流動性が悪くなりますよね。固まっちゃいますよね。まあ、そういった意味で、冷えると停滞をすると。停滞をすると、その、中に栄養物が入ってますから、それが卵巣とか子宮にうまく届かなくなると、例えば卵子とか、まあ、卵胞ですね。卵胞の発育が悪くなり、まあ、その卵胞の発育によって育つ卵子の働き、あるいは精巣もそうですけど、精子の発育、まあ、そういうものは悪くなってくる。で、どうしてもこの三章の働きっていうのは、えっと、年齢とともにですね、落ちる傾向があるんですよね。まあ、なんでしょう。人間っていうのはこの三章って3つのブロックに分かれてまして、まあ、簡単に頭の部分と、それから上半身、上半身ですね、と下半身と3つ分かれてるんですけど、まあ、だんだん、この冷えというのは、まあ、頭が冷えるという方は少なくてですね、やっぱ下が冷えますよね。というふうに、下の方の血流が悪くなりやすくなる。とともに、体の熱源はね、上に行きやすくなるんですね。そうすると、上が熱くなって下が冷えるという、その情熱下寒みたいなね、そんな状態になりやすくなるんですね。これが、まあ、あると余計にこの流れが悪くなってしまうと。ね。で、下のとこにあるのに、子宮とか、まあ、卵巣とか、あと、まあ、西洋枠の腎臓もそうなんですけど、東洋枠の腎と言われるものも、はい、ありまして、で、そこにはなんていうかな、東洋枠の腎っていうのは、まあ、成長とか発育とか、生殖とか、あと老化現象とか、そういったものをコントロールする生命力の貯金箱みたいなところなんですね。で、そこの血流がずっと悪い状態があると、あの、腎臓っていうのは、腎っていうのは弱くなりますよね。これ、西洋学の腎臓と中学の腎ってちょっとね、似ててちょっと違うんですけど、でも、ある程度リンクしてるんですよね。だから、年齢とともに、やっぱそこに行く血流が悪くなりやすくなってるんですね。まあ、女性の場合でしたら、やはりその生殖能力の部分で言うと、卵子の数が減っていったりとか、それから、まあ、排卵する力が落ちていったりね、着床能力が減っていったり、妊用力が減っていくわけですけど、それは腎の力とすごく関係があります。で、これは老化現象とも関係あるんで、この三章からもらえる栄養というのが、まあ、特に下の方がどんどん冷やされてしまうと、腎の力が落ちるということなんですね。だから冷えはやっぱり何とかしなきゃいけない。で、生物学でもある、ミトコンドリアみたいな、そういうものがね、中医学にもありまして、それを名門っていうんですね。体のボイラーで書いてありますけど、これは、腎というその中学の腎の中に入っている一つの、セクションなんですけど、名門という、これ、壺の名前にもなってますが、本来は腎臓の中にあるエネルギーで、まあ、ボイラーみたいなものですね。まあ、生命エネルギーの源って言います。ね。で、まあ、簡単に西洋学の置き換えればミトコンドリアと同じです。だから、本当2000年前からこういうこと分かってて、やっぱり冷えがずっと、腎臓がだんだん冷やされちゃうと、名門っていうね、そのエネルギーを作るところの力がだんだん落ちちゃうんですね。だから、冷え症になってくると、だんだんと腎も弱くなり、で、もともと持ってる生命エネルギーの力が弱くなるっていうことで、機能が弱くなってしまうと。これがやっぱり一番の原因です。で、そこの、部分の中に、子宮からですね、始まる、まあ、経絡っていうのがありまして、まあ、経絡っていうのはその、内臓から起こっている、多くはですね、血流っていうか、栄養を伝えるライン、さっきの3章とまたもう一つあるんですけども、この3つ、特に子宮とすごく関係がある、婦人科とすごく関係があるのが、この任脈、特脈、小脈っていうこの3つのラインなんですね。で、これ初めて聞かれる方もいるかもしれませんけど、子宮から3つの3本の、経脈が出てまして、これがすごくこのお腹の中を温めている、あるいはお腹の中の血流を調整している、あるいは、妊娠とすごく密接に関係ある。だから、最初の質問の中で、お腹とか腰あたり
ね、が冷たく感じる。これはですね、この任脈、特脈、小脈の流れがあまり良くない。そこの栄養がうまくいってない人は、特に、おへその下あたりとか、それからお尻ですね。そういうところに冷たく感じるんですね。まあ、手足を感じるのもあるんですけど、特に中が冷えるというんですね。で、任脈っていうのは赤ちゃんのベッドみたいなものでして、この、女性ホルモンとか妊娠とすごく関係があります。まあ、東洋医学では陰の海って言うんです。陰系の海って言うんですけどね。まあ、だからある意味ではこのベッドのようなものだし、赤ちゃん自体を育てていくような、そういった重要なものです。で、これはね、お腹の前側を通っています。それから特脈っていうのは、さっきの名門ともありましたように、体を温める。エネルギーなんですね。だから、体を温めるエネルギーが、落ちてくるとですね、前側もそうなんですけど、背骨側が、特に腰骨あたりの、ちょうど仙骨あたりが冷たくなってくるんです。よく、カイロでこう、腰骨のところにカイロを貼りますよね。まあ、そうするとなんか暖かい感じがする。あるいは、生理痛があって、まあ、温めると楽になる方いらっしゃるんですけど、大体そういう方っていうのは、その腰骨あたり、その名門とかですね、仙骨圧の治療とかそういうあたりなんですけど、それは特脈上の、流れなんですね。だから特脈を温めることによって人間の体を、あと体が寒いったらこう背中をさすったりすると暖かくなりますよね。そういうの特脈なんですね。もう一つはですね、内臓を巡ってる、小脈といって、ちょっとね、特殊な経脈なんですけども、これはですね、内臓を巡ってまして、特に、循環の中の血流ですね。これは血塊と血の海というよく別名があります。だから、子宮の内膜が、厚くなりにくい人とか、卵胞が育ちにくい人とかね、子宮内膜ふわふわにならない。つまり、まあ、着床の窓が開きにくい方、こういう方にね、小脈関係があるんですね。で、こういうところがね、ポイントになりますね。まあ、今ようなお話した通りなんですけど、まあ、任脈は妊娠、女性ホルモンということで、漢方薬でですね、基盤鏡といって亀の甲羅の二皮、これ何度かね、もうお話してると思いますね。亀の甲羅の亀の復興ですね。草亀っていう草亀、薬用の亀のお腹の甲羅のところをですね、ぐつぐつと似てできるコラーゲン。これ基盤鏡と言います。で、これは、体の中の潤いとか、そういうものを作ってくれます。まあ、女性ホルモン、エストロゲンっていうのはそういう働きありますよね。はい。だからエストロゲンの働きにもすごくプラスになる。もう一つは、特脈ですね。これは体の中の、エネルギーを生むものなんですけど、こういう時は六角鏡を使いますね。はい。だからこれは陰と陽で両方ね、よく使います。で、小脈っていうのは先ほど血流との関係があって、これは血流っていうのは子宮の動脈の血流とか、あと卵巣の動脈の血流とかとすごく関係があります。で、まあ、子宮動脈、卵巣動脈っていうのは、まあ、お腹の中の太い腹内動脈からこう枝分かれした細い血管なんですけども、そういうところの血流と小脈はすごく関係があるので、例えば、その子宮の血流が悪い方ね、小脈がすごく重要だと思いますし、先ほど言った、NO ですね、一酸化窒素、血管を広げたりする、あとは、VAGF といって、これまあ、新しい毛細血管を作るこうスイッチで、血流をこう回復させるためのスイッチなんですけど、こういったのともね、関係があったりする。それから、まあ、こういうものに使うのにはね、アキョというのがあります。アキョっていうのは、ロバの身皮ですね。ロバの皮とお肉にある、まあ、コラーゲンですね。そこを、こう、使ったものなんです。まあ、いずれもね、動物性の、漢方薬なんですね。あと最近ですね、注目されてきているのはですね、冬虫夏草っていう、まあちょっとまあ左側の写真ちょっと気持ち悪いかもしれないけどね。まあセミの幼虫とかね、そういったものにクマゼミとか、そういった、セミの幼虫だけじゃないんです。いろんな昆虫類の幼虫に寄生した菌体ですね。菌糸体です。で、これの部分。
まあ、子実体と菌糸体ありますけど、最近菌糸体の方がやっぱりすごく注目されてる感じですね。で、途中活素ってどんな働きあるのかっていうと、まず成分はですね、ここに書いてある通りで、コルジセピンっていうね、コルジセピンというその主成分、これだけじゃないんです、有効成分ね。いろんな成分があるんですけど、これが今、研究されています。ただ、断っておかなきゃいけないのは、下にも書いてある通りで、まだ実験レベルなんでね、これを使って実際、人体実験までは行ってませんから、ちょっと誤解ない。可能性の話なんで、よくうちでもですね、この途中活素の製品は使ってます。で、どういう方に使ってるかというと、えーっと、このミトコンドリアの数が減っちゃってる方ですね。はい。ということは、えーっと、あのー特脈は、どっちかというと、特脈っていうのはさっきの鹿の角あたりは、ミトコンドリア活性化するって意味で、増加するかどうかまでわかんないんだけど、少なくなってしまったミトコンドリアを、増やす働きがあるんじゃないかということで、今すごく注目されてるんですね。で、卵巣とかには非常にこのミトコンドリアが大量にあって、そのおかげで、例えば受精した後、卵は勢いよく248と分割してって、大体、それによってですね、5日目あたりで胚盤胞って100個ぐらいの細胞に分裂していくんですけど、分割していくんですけども、この年齢によってだんだん30代の後半ぐらいからミトコンドリアの数が減ってくると、例えば途中で止まってしまったり、胚盤胞にならなかったり、胚盤胞になったけど、初級胚盤胞になるんだけど、拡張胚盤胞とか負荷胚盤胞にならない。あるいは、胚盤胞で移植してもその後孵化しないとかですね。いろんな要因があるんですけど、一つの要因の中に、このミトコンドリアっていうのがありまして、このミトコンドリアを活性化する成分があるっていうのが、この途中活素なんですね。なので、そういう方にぜひ使ってもらいたいなと思います。また、この ATP の産生ということでは言うと、今日のテーマである、いろんな冷え症対策の温めるものを使ったんだけど、冷え症の体質がなかなか改善しない人、そういう人にもこの冬中活動ってすごくいいし、別にご年配だけじゃなくて、若い方で本当に冷え症になる方にも使ってます。これちょっとうちで開発したものなんでちょっと恐縮ですけども、この一元三期っていうのは子宮から出てくる経脈、さっき言った任脈、特脈、小脈というのを子宮から3つに分かれているから、一元三期っていうふうに言われてますけども、そこを温める処方として、さっきの冬中活層に、皆さんも知ってるような電子人参とか、八味浄化に入ってるような山椒だとか、多分聞いたことあんまりないの、連戦草とか積雪草とかね、そういったものを合わせたのが名門炭っていう、サプリメントっていうか漢方サプリなんですけど、これが今すごく冷え症の体質を変えたい方によく使ってます。あと年齢が上の方ですね。腎臓の機能が落ちている方にも使います。で、今日あと最後ね、ちょっと皆さんにワンポイントのね、生活養生のアドバイスということで、僕らがよく鍼灸でですね、使うツボ、ごめんなさい、これ借りちゃって。これは頭のてっぺんですね。百会は皆さんご存知だと思うので、あんまりこのね、上勢とか深夜とか前兆とかってわかんなくていいです。だから、ちょうど正中線上、ね、お花からずーっと上がってっておでこのとこ、ちょっと5分入ったところが心底、ちょっとその5つ入ったところが上勢ですから、この上勢から1寸5分ですか。この縦のラインですね。これね、できたら、朝晩ですね、ちょっと指のこのげ骨の先っぽでいいから、ちょっと痛ければね、マッサージでもいいですよ。やってみてください。あと、よく知ってらっしゃる中間とか、還元、ね、こういったところ、市販されている千年球みたいなものもいいですよね。お給していただくといいと思います。もう一つは、名門ですよね。さっき壺でも出てきました。名前でも出てきましたね。これ壺の名前ですね。名門ってね、あのー温める壺ではあって、この背骨側は特脈ですね。背骨側の、ところにあります。はい。で、ちょうど腎油って言ってね、
まあ、第2、第3の、間にあるツボなんですけど、その、まあ骨の極間といって、骨と骨の隙間ですね。ここを、よく、まあ、冷えが強い方の場合は、お灸は大変だったら、カイロでもいいかもしれないね。はい。あと、体型って聞いたことあると思うんですね。内くるぶしの、アキレス腱との間ですね。これ、玄血といって、腎を強くするっていうので、冷え性の方には、まあ、基本のツボになります。それから、多分、聞いたことね、ある三陰交。うん。多分、押さえてみて痛い方っていうのは、もうそこの血行悪いですから、これはぜひね、お灸を朝晩ぐらいやってみてください。それから、アイスはあんまりお勧めできませんけども、まあ、ね、いっぺんに食べないでゆっくり食べたり、まあ、温かい飲み物を一緒に飲んだりですね、やってくださいね。から、食事に関して言うと、生姜とかネギとか、ニンニクとか、黒豆とか、まあくるみはあんまないでしょうけどね。まあ、ニンニク、ネギ。ネギはね、まあ、嫌いな人いるかもしれないけど、ネギ、えーっと、白いとこね。白いとこ刻んでいただくといいと思います。生姜とネギ、生姜とネギを混ぜたりなんかした料理っていっぱいありますよね。だからこういうのをうまく使ってた。あと、ニンニクはね、まあ、お嫌いな方いるかもしれない。あと、黒豆は私は黒豆茶っていうのをね、作っていただいてるんですけど、乾物コーナーで黒豆ね、黒大豆を買ってみえて、軽くいってね、お茶を作っていただいたり、そのまま、食べたり、ご飯に入れたり、すごく黒豆、活用法ありますので、ぜひね、やってみてほしい。それから、睡眠に関してもね、11時前っていうのが理想なんですよね。で、中医学では、寝から牛の刻っていうのが、まあ、23時から3時の間。これが、まあ、一応、その ATP を産生するのに非常に重要な時間と言われてて、そういう意味で、11時から3時っていうのは一番いい睡眠とっていただきたい。ただ、まあ、冷えちゃってる人はしょうがないから、まあ、ね、腹巻きとか、あとレッグウォーマーとか、さっき言った関元とか名門とかのあたりが冷えないようにする帯状にね、腹巻きみたいにしたりとか、足首ね、体型とかサインコを冷やさないためのレッグウォーマーをするとか、まあこういうことによってできるだけポイントを温める。非常に重要だと思いますね。はい。であと、入浴に関して、これはね、深部温度を上げるっていうのが目的なので、ちょっと暑いんじゃなくて、ぬるめのお風呂に、まあ、私は普段10分って言ってるんですけど、冷え性が強い方の場合はね、15分間ぐらい。で、脱水にならないようにするために、ちゃんと水分は必ず取ってください。私もね、黒豆のお茶を飲みながら、だいたい10分から15分。まあ今、動画見ながらとかね、やってますけど、うん。で、まあ、週4回ぐらいね、入るのがいいんです。なんで入らない僕毎日入るんですけどね、入ればいいんだけど、まあ、時間がないのかな。まあ、39度ぐらいでいいと思うんですよね、今。で、結構肩までしっかり入ると結構深部の温度は上がってきます。で、お風呂上がりって暑い暑いにはなんないんですね。だから自分の体温のだいたい3度ぐらい高い温度に設定していただいて、15分ぐらい、ゆっくり10分ぐらい入ると中の温度が上がってきます。ね。で、漢方ではっていうので今日ちょっとお話ししたように、補人って言ってね、まあさっき言った冬中画素とか、まあ六角鏡とか、ありましたね。記録二千眼とかね。ああいった類のものは、冷え性がある方はぜひお飲みになっていただくといいと思います。冬中画素は単独で、これね、非常にもすごい高いんですよ。なので、精神堂ではね、手軽に飲めるお値段にして、作ってます。はい。で、滑血化をですね、これは、骨盤の中の血行を良くしたくてもですね、例えば内膜症とか、腺筋症とか、筋腫とかある方は、血行が良くならないんですね。なので、このお血を取り除いてから、取り除きながら温めるというやり方をしなきゃいけない。これはちょっとね、専門的なアドバイス必要なんで、ご相談ください。あとは、まあ、さっき言った一元三期ということで、これはね、まあ、漢方や針でやるやり方があります。ね。ということで、ぜひですね、まあ、
生物学的にはそういうこの冷え体質を作るためのメカニズムがあって、冷えっていうのを感じるセンサーをいつも刺激していると交感神経が優位になって、それが、血管収縮を起こしやすくなって、脳の分泌を低下させてしまう体質を作る。それがミトコンドリアを低下させる。これがまあ基本的に冷え症体質を作ってるんだと。いうことなんですね。外から冷やされなくても、あとこの交感神経系が常に緊張する方も冷え症体質を作りやすくなる。で、こういうのが骨盤内血流を悪くしていくんだと。で、まあ、統医学的にも同じようなメカニズムがあって、まあ、結論的に言うと、腎の働きを良くしてあげて、名門というところね、まあ、こういうのを元気にする。この名門を元気にするのには、頭中活動なんか非常にいいんだよ、ということだし、あとは子宮を温めたいんだったら、一元三機能ということで、さっき言った、六角鏡とか基板鏡とか亜鏡とか、そういった漢方薬、記録2000眼とか、あとは、不法特気孔とか、婦人法とかね、ああいったものを使いながらやるといいですよってことでしたね。はい。じゃあ時間になりまして、はい。大変恐縮でございます。まあ、ぜひ今日から、今晩から、今週からですね、始めていただければなと思います。はい。お付き合い、ちょっと慌ただしいお話で大変恐縮でございました。またよろしければご参加ください。ありがとうございました。